いろんな消防車や消防ヘリがたくさん見られる消防出初め式。1年に一度の大集合だよ。乗り物ワンダー。ハロー、僕はポポ。よろしくね。今日の乗り物ワンダーは消防車の仲間たちを紹介するよ。今日は千葉市消防出初め式にやってきたわよ。出初め式は日本の消防が1年の仕事始めに行う行事なの。消防車とその仲間たちがいっぱい出てくるから楽しみにしててね。興奮するな。隊員の人たちがどこかに走ってるよ。あ、消防車だ。早速消防車とその仲間たちの行進が始まるわ。数が多いから見逃さないでね。分列行進、前へ進め。先頭を走るのは指揮統制車よ。災害現場で消防隊員が効率よく活動できるように指揮する車両なの。後ろにいろんなものが積まれてるね。発電機や簡易トイレ、式台などが積まれているのよ。次は火を消すときに大活躍するポンプ車のコンビよ。見た目は似ているしほとんど一緒だけど何が違うの？右側は水槽付きポンプ自動車といって最大3000リットルの水を搭載していて、一方左の消防ポンプ自動車は消火栓などにつながないと放水できないの。でも消防ポンプ自動車は小型だから水槽付きポンプ自動車が入っていけないような細い道でも消火活動ができるのよ。ちなみにホースをつなぐ部分はこんな感じ。すごい、初めてこんな近くで見たよ。差し込み口がいっぱいだ。いろんなものが積まれているんだね。あ、これははしご車だね。正解。高い建物で火事があった時に活躍する消防車ね。このはしごは最大35メートルも伸びるのよ。そんなに伸びるの？すごいね。せっかくだからもっと近くで見てみましょう。すごいすごい。はしご車はこうなっているんだね。さあポポ、ここからはちょっと珍しい消防車を紹介するわ。どんな消防車？楽しみ。これはポンプ車の仲間かな。これは上にはしごみたいなものがついてるからはしご車？これは何？この3台はガソリンや化学薬品などの危険物によって発生した火災の消火活動に使われる消防車で3点セットと呼ばれているわ。これは大型化学車。水だけじゃなく泡の消火剤を使って火を消すことができるの。これは高所放水車。はしご車に似ているけど放水専用の車両よ。これは泡原液搬送車。言葉の通り泡を作るための原液を運搬するための車ね。ガソリンや薬品などによる火災現場では水を使うと火の勢いが大きくなってしまうので泡を使った消火活動を行うのよ。3台どれが欠けてもダメなんだね。あ、これは救急車だ。病気や怪我の人を運ぶ車だよね。
救急車は病気や怪我の人の状況を病院に伝えるための通信設備や、移動中も適切に治療するための機材が積まれているのよ。これはストレッチャーといって、急病人を運ぶベッドのようなものね。中はこうなってるんだね。あ、また大きな消防車だ。特別高度救助隊ってなんだろう。これは救助工作車といって、火事や地震が起きた時にクレーンなどを使って人命救助に当たる車よ。この救助工作車を運用しているのが特別高度救助隊スーパーレスキュー千葉という人命救助のプロなの。この特殊災害対応車もその仲間で、核、生物、化学剤による火事現場で活躍するのよ。スーパーレスキューって名前がかっこいいね。他にも暗い火災現場で活躍する照明車や大型除染システム搭載車、無線中継車などいろんな車両が集まったわ。消防車の仲間ってこんなにいたんだね。ポポ、車だけじゃないわよ。どういうこと？あれ、あのヘリコプター赤いよ。あの船も赤と白で消防車みたいだ。よくわかったわね。これは消防防災ヘリコプターといって、空から消火活動を行ったり、高い位置から人命救助するときに使われるの。そしてこれは消防艇といって、船や海岸で火事が起きた時の消火活動、海で溺れた人の救助活動に使われるわ。立派な船だね。消防車の仲間ってこんなにいて、みんなそれぞれ活躍の舞台があるんだね。ポポ、次はある体験ができるところに行ってみましょう。何をするんだろう。男の子がうつ伏せになってるね。ここでクイズ。この車ではあることができます。一体何でしょう。1、かくれんぼができる。2、食事ができる。3、地震体験ができる。僕は机の下に隠れるんだ。だから1のかくれんぼだ。正解は3の地震体験でした。これは起震車といって、地震の揺れを体験することができる車なの。ポポも乗ってみる？震度3から最大で震度6強まで段階的に強くなる地震です。すごい、だんだん強くなってきて立ってられないよ。地震の時は周りのものが落ちてきて危険だから、机の下とか安全な場所に身を隠さないとダメよ。とっても怖かったよ。こうやって災害を想定してどうするかを考えておくことがとても大事よ。勉強になったな。あ、また消防ヘリがやってきたよ。今から消防演技が行われるわ。震度6の地震による火事が起きた時に、消防車の仲間たちがどのように活躍するのか見てみましょう。救助隊員が緊急脱出を行うようです。
消防出初め式は江戸時代から続く消防の伝統行事なの。消防の活動を披露することで消防への理解を深めてもらい、火事を起こさないようにすることが目的よ。僕も火事を起こさないように気をつけなくちゃ。偉いわ。そんなポポに、はい、ポポくん帽子どうぞ。ありがとうございます。どう？似合ってる？似合ってるわ。よかったわね。今日は災害や火事の時に活躍する車がいっぱいいることが分かったよ。水難事故や水辺で起きる災害などで活躍する水難救助車。乗り物ワンダー。ハロー、僕はポポ。よろしくね。今日紹介するのは水難救助車だよ。あらポポ、楽しそうね。どこに向かっているの？今日は消防署で水難救助車を見せてもらうんだ。よかったわね。水難救助車なんてなかなか見られないからね。そうなんだ。今からワクワクしているんだ。ここでも大交代をやっているよ。よく覚えていたわね。夜中に働いていた消防士さんとの交代の挨拶をする大交代は消防署では必ず行われるのよ。消防士さんが24時間見守ってくれるおかげで安心して生活できるんだね。うわー、なんだ、急にサイレンが。これは朝の点検よ。道具や装備などが正常に動くかを毎朝点検するの。なるほど、消防士さんは朝から大変だな。はい、ウェットスーツ着装。あれ、今度は何かに着替え始めたよ。そう、ここ西口消防署は近くに大きな川があるから水難救助の訓練もしているの。だからウェットスーツに着替えているの。ポポ、早速訓練に向かうみたい。今日は訓練を見せてくれるそうだから一緒についていきましょう。わかった。川だ。川で訓練をするんだ。そう、ここは江戸川にある水難救助の訓練場なのよ。こんにちは。こんにちは、ポポ。よく来てくれたね。これが今日紹介する水難救助車だよ。この水難救助車の大きさは全長およそ7メートル、重さは10トンもあって水難救助に必要な装備をたくさん積んでいるのよ。水難救助に必要な装備ってどんなものなんだろう。じゃあ水難救助に必要な装備をいくつか紹介するわね。なんだ、上から長くて大きなものが出てきたぞ。これはレスキューボードといって、これに乗って溺れている人の近くまで行き助けた人を乗せてくるのよ。大きなボードだね。次はこれ、水中マスクと空気ボンベよ。これは知ってる。水の中に潜る時に必要なもので空気が出てくるんだよね。また上から大きなも
ものが出てきたよ。これはフローティング担架と呼ばれるもので、水に浮かぶ担架なの。水中で溺れた人などを乗せて運ぶのよ。水に浮かぶ担架ってすごいね。最後はこの大きな袋、なんだと思う？なんだろう。全然わからないや。うわ、中に入っているものが広がった。これは小型ボートよ。これがボート？うわ、空気が入ってあっという間にボートの形になった。このボートにエンジンとなるこの船外機をつけて使うのよ。ボートまで乗っているなんてすごいね。水難救助者にはこういった水難救助に必要な特殊な装備が50種類以上も備えられているの。消防車にはいろんな種類の救助車があるんだね。今日はここでどんな訓練をするんですか？今日は水難救助の訓練をするから見ていってね。よろしくお願いします。まず最初に見せてくれるのは、水の中に沈んでしまった人や物を探す水中検索訓練よ。今日は特別にボートにも乗せてくれるそうよ。やったー、楽しみだー。うやー、速くて飛ばされそうだ。ポポ、落ちないようにね。このまま訓練するポイントまで向かうそうよ。まもなく入水ポイントです。やぶき上流から行こう。水面確認。いきます。よーい、はい。オッケー。じゃあ V 行って。今日の訓練は川の底まで潜っていき、旗の周辺3メートルを探索するそうよ。うわー、隊員さんが川に潜ったけどすごく濁っているよね。了解。変更開始。そうなの、川の中は水の流れや視界の悪さなど場所や天候で状況がすごく変化するので大変なのよ。うわー、すごく濁ってる。うわー、目の前がほとんど見えなくなっちゃった。あれだけ視界のない中で検索訓練をするのはすごい技術よね。ほんとすごいや。4回合図あり浮上します。これで浮上します。おお、上がってきた。水難救助隊の人はかっこいいな。はい、容疑者 OK。今行きますよ。男性に行きますよ。そのまま行ってください。続いては溺れている人を救助する訓練よ。なんか訓練でもドキドキするな。水面確認。はい、よーい、はい。はい。こういう訓練をしているから実際の現場ですぐに行動に移せるのね。じゃあポポ、ここでクイズよ。水難救助者には水難救助の他にもう一つ重要な装備があります。それは何？
1消防装備、2大型はしご装備、3山岳救助装備。みんなも考えてね。ありそうな1の消防装備かな。わかったかな？正解は1の消防装備でした。この水難救助車は水辺の救助だけでなく、通常の火災現場でも活躍できるように消防機能も装備されているのよ。水難救助と消防両方できるなんてすごい車だね。このような訓練があるから水辺の災害でも素早い救助活動につながるのね。これからもお仕事頑張ってね。バイクを運ぶ JAF の車。バイクを専門に運ぶ車や電気自動車を助ける車を紹介するよ。乗り物大好きなみんなはチャンネル登録してね。ハロー、僕の名前はポポ。よろしくね。今日の乗り物ワンダーはバイクを運ぶ JAF の車だよ。バイクを運ぶ車を中心に他にも珍しい車を紹介するわね。どんな車が出てくるのかな。楽しみだな。最初に紹介するのはこれ、二輪運搬車よ。二輪運搬車の大きさはおよそ5メートル、重さはおよそ3トン。白サイと同じくらいの重さなのよ。でもどうやってこの車にバイクを乗せるんだろう。まずは車の後ろから支えとなるアウトリガーで固定するのよ。うわー、後ろの板の部分が平らになった。この部分を下げてここからバイクを乗せるのよ。バイクを紐で固定したらリフトを上げるの。うわー、重たいバイクがあっという間に荷台に乗った。さすがプロだね。最後に紐で固定したら終了。でもバイクのレッカーってそんなに多いの？いい質問ね。ここでクイズよ。バイクのレッカー出動で一番多いのは1パンク、2事故、3エンジン故障。バイクわからないな。1のパンク。ではみんなも10秒考えてね。わかったかな？正解は1のパンクでした。ポポ、実は JAF にはもう一つバイクを運ぶ車があるのよ。他にもバイクを運ぶ車があるの？それがこれ、二輪レッカー車。普通のレッカー車と似てるんだけど。そう、これは普通のレッカー車で
二輪専用のキットを使うことでバイクも運ぶことができるの。今日はバイクを実際に乗せてくれるそうよ。やったー、楽しみだー。うわー、なんかすごいのがくっついたぞ。装着した機材は前輪が入るための機械なの。おー、すごい。前のタイヤだけでも倒れないぞ。今度は後ろのタイヤを乗せる機材をセットするわよ。おー、前が持ち上がってからバックして機械にセットされた。あとは前後のタイヤをしっかり固定したら完了。バイクが無人で走ってるみたいだ。すごいね、JAF の方は。でもバイクのレッカーが呼ばれるのはいつが多いのかな。いい質問ね。ここでクイズよ。バイクのレッカー出動が多い時期はどれ？ 1. 夏、2. 春と秋、3. 冬。バイクが多く乗られるのは夏だから1かな。ではみんなも10秒考えてね。わかったかな？正解は2の春と秋でした。春と秋はバイクに乗る人が増えるので JAF の出動も増えるそうよ。ポポ、もう一台特殊な救援をする車を紹介するわね。特殊な救援？一体何？それはこちら。電気自動車用の充電バッテリーを積んだバン型サービスカー。充電バッテリー？どんな車を助けるの？ポポ、今は電気自動車っていうのがあるよね。うん、電気自動車のバッテリーがなくなっちゃったら困るもんね。JAF はみんなを助けてくれるスーパーマンだね。ポポ、JAF のお仕事が分かったかしら？JAF の車がいるおかげで車やバイクを安心して乗れるんだね。街の安全を守ってくれているパトロールカー。実はパトロールカーにも働く場所によっていろんな仲間がいるんだよ。乗り物ワンダー。ハロー、僕はポポ。よろしくね。今日紹介するのはパトロールカーだよ。埼玉スタジアムに来ちゃった。ここに来ればいろんなパトロールカーが見られるって聞いたんだけど。あそこだ。いっぱいあるな。行ってみよう。ポポがやってきたのは埼玉県警年頭視閲式ね。ふれあい広場では警察車両の展示もやっているから見に行きましょう。うわー、パトロールカーだ。こんなに近くで見たのは初めてだよ。すごく
ポポ、実はパトロールカーにもいろんな仲間がいてね。これはケーラパトロールカーっていうの。街を見回りしたり、事件や事故が起こった時には駆けつけてくれるのよ。私たちが普段見ることが多いのはこのパトロールカーね。そういえば僕も見たことがあるよ。車の上に赤いランプを光らせて走っているよね。そうなの。この赤いランプは赤色灯といって、事件や事故が起きた時に光らせて周りの人たちに知らせているの。サイレンの音と一緒に光っていることもあるわね。しかもね、ポポ、この赤色灯、これからある変化が起きるの。よーく見ててね。うわー、上がってる。こうやって赤色灯を上げることで、より遠くの人にも事件や事故が起きたことをお知らせしているの。これなら遠くからでも見えやすいね。ポポ、ケーラパトロールカーの車内がどうなっているか知りたくない？今日は特別に乗せてもらえるみたいよ。やったー。うわー、僕たちが普段乗っている車とは全然違うね。いろんな機械がいっぱいだ。ケーラパトロールカーの運転席にはおまわりさんの声を外に伝えるマイク、それからおまわりさん同士の連絡を取り合う無線機があるのよ。ポポ、このモニターは何のために使うと思う？普通のカーナビとは違うの？もちろんカーナビとしても使うんだけど、おまわりさんたちはこのモニターで110番通報の内容が知らされたり、別のパトロールカーの位置も分かるようになっているのよ。へえ、別のパトロールカーの位置までわかるんだ。いろんな機械を使いながらお仕事をしているんだね。そうそう、ポポ、これを見て。ケーラパトロールカーの天井に数字が書いてある。103？実はヘリコプター、日本全国の警察が持っているの。ヘリコプターが上空から見回りをして、事件や事故を見つけたら地上にいるパトロールカーに知らせるのよ。その時に必要になるのがパトロールカーの天井にあるこの番号なのね。空の上から番号を見て、事件や事故に近いパトロールカーに指示を送っているのよ。知らなかった。僕らの街を見守ってくれているのは地上だけじゃないんだね。さあ、次に紹介するのはこちら。これは高速パトロールカーといって、名前の通り主に高速道路で活躍するパトロールカーなの。うわー、パトロールカーにもそれぞれ役割があるんだね。この高速パトロールカーはスピードを出しすぎている車やバイクを取り締まったり、高速道路で事故や事件が起きた時に駆けつけて他の車を誘導してくれたりするの。へえ、あれ、さっきのケーラパトロールカーとは違って前に何かついてるね。これは何だろう。ポポ、よく気がついたわね。これはバグガードというのよ。高速パトロールカーは速いスピードで高速道路を走るから、運転席のガラスに飛んできた虫が当たらないように虫よけになっているの。これは虫よけだったんだね。さらにもう一つ違うのは、車の後ろについているこの大きな羽。これはリアウィングというんだけど、スピードを出しても安全に運転できるようについているのよ。なるほど、その場所に合った対策がされているんだね。ポポ、
今日はリアウィングの下にあるトランクルームも見せてくれるみたい。トランクルームの中には車の後ろに置いて事故が起きないようにお知らせする三角掲示板や折りたたみ式の三角コーン、そして大きな旗も積んでいるのよ。車が速い速度でやってくる高速道路ではこれらの道具を使って車の誘導をするんですって。高速パトロールカーの運転席もたくさんの機械がついているわよ。高速パトロールカーは速度を計測できる機械がついているんだけど、測った速度がこの機械に表示されるんですって。おー、この機械で速度違反をした車も取り締まっているのか。すごいね。うわ、かっこいい。これは白バイだね。そうよ、細い道路でも小回りが利くのが特徴ね。白バイは専門の訓練を受けた白バイ隊員さんしか乗れない特別な車両なのよ。素早くだけど安全に走れるようにいつも特別な訓練をしているの。あ、パトロールカーと同じように赤色灯もあるね。だけど車と違ってたくさんの機械は乗せられないよね。仲間と連絡を取ったりお仕事をするための道具はどうするんだろう。ポポ、心配いらないわ。白バイの前の方にはスピードを計測して表示するメーター、後ろには無線機があるのよ。他にもバイクのハンドル部分にたくさんの機械がついているの。車のようにスペースは広くないけどお仕事に必要な機能がぎゅっと詰まっているんだね。やっぱりかっこいいな。他にも仲間がたくさんいるの。これは災害の現場で活躍する災害対策車。災害の現場で対応できるようにたくさんの道具を載せているのよ。それからこっちは衛星通信車。災害などの状況を撮影して県警本部や警察庁に映像を送る仕事をしているのよ。おー、ものすごい数の機械があるね。衛星通信車のおかげで災害などの現場がどのような状況かわかるんだね。実は僕これを楽しみにしていたんだ。ねえ見て見て、式典が始まったよ。あら、行進が始まったわね。ポポ、先頭を走るのはサイドカーよ。こういう時には偉い人が乗っていたり先導することが多いわね。うわー、すっごくかっこいいね。あ、ケーラパトロールカーが来たよ。今日は特別に乗せてもらえて嬉しかったな。おまわりさんになった気分だったよ。その後ろから来るのは捜査パトロールカーね。普段は車の上の赤色灯を出さない状態でお仕事していることが多いのよ。わー、ヘリコプターだ。こんな近くを飛んでいるところを初めて見たよ。そうね、これだけ近い距離で飛ぶことができるから地上のパトロールカーとの連携もバッチリなのね。そっか、すごいな。おー、なかなか見られない白バイ走行演技が始まるみたい。
白バイ走行演技が見られて楽しかった。ポポ、パトロールカーとその仲間たちのこと分かったかしら？パトロールカーやおまわりさんたちが僕たちの街を見守ってくれているのがよくわかったよ。今日の乗り物ワンダーはパトロールカーでした。それじゃあ